こんにちは、毎日ご飯の母さんです。今日は今が旬真っ盛りのルバーブを使って練り梅を作ろうと思います。練り梅とは言っても梅ではなくてルバーブで作るので練り梅もどきという感じですかね。でも本当にびっくりするほど梅にそっくりの味になるんですよ。水で洗ったら先端の硬い部分を切り落とします。今回私は食べ直で購入しましたが、ルバーブは八百屋さんなどでも買うことはできます。お店で自分の目で見て選べるときは、ぜひこのように真っ赤なものを選んで購入してくださいね。その方が仕上がりが鮮やかな色になってとても綺麗なんですよ。ルバーブの重さを測ります。今日は 500g のルバーブのうち 300g を練り梅にしようと思います。このくらいですかね。ジャムを作るときは5センチくらいの長さに切りましたが、今回は練り梅ということでより滑らかな仕上がりを目指して1センチを目安に切っています。でもルバーブはすぐ柔らかくなるので、そんなに厳密に気にしなくても大丈夫なんですよ。切ったルバーブはアク抜きのために水にさらしておきます。ルバーブはアクが強いので、気になる方は手袋をして作業してくださいね。このまま10分ほど置いておきます。ルバーブの水を切って鍋に入れます。風味付けとルバーブの癖を緩和するためにレモンを入れようと思います。こうしてまな板の上でコロコロしてから切ると果汁が絞りやすくなるんですよ。種が入らないようにレモン1/2分の1個分の果汁を鍋に絞り入れます。それでは味付けをします。まずは塩大さじ1、ルバーブ 100g に対して塩 5g なので 300g の場合は塩 15g になります。そして普通のレシピでは味付けは塩のみになるかと思いますが、私は砂糖小さじ1/2も入れます。砂糖を入れた方がルバーブから水分がよく出て柔らかくなるんですよね。仕上がりが甘くなるわけではないので心配しないで入れてくださいね。全体を混ぜてルバーブから水分が出てくるのを待ちます。ジャムを作る時の手順とほぼ同じなんですよ。10分ほど経ったので様子を見てみましょう。はい、こんな感じで水分がたくさん出ていますね。それでは加熱をしていきます。最初は中火でお鍋全体を温めるような感じにします。ふつふつとしてきたら弱火にして10分ほど煮込んでいきましょう。切る時には繊維も強くてシャキシャキしているルバーブですが、10分もあればとっても柔らかくなるんですよ。はい、10分ほど経ちました。ルバーブの形がなくなるくらいまで煮溶けてきていますね。水分を飛ばすためにさらに5分ほどよく混ぜながら加熱します。水気が飛んだら火を消して、これでルバーブ練り梅の完成です。赤いルバーブを選んで買ったのでとっても鮮やかで綺麗な色に仕上がりました。いただきます。いただきます。へへまずちょっと食べて。100% 梅。
見た目は見慣れたルバーブジャムみたいな。見た目もさ梅じゃない？酸っぱ。しょっぱ酸っぱさが、あと風味も 100% 梅だよね。練り梅だよね。これ何にも知らない人が食べたら梅としか絶対に思わない。これ梅じゃないんだよって言われても困っちゃうぐらい梅でしょ。じゃあ何？じゃあ何だよ。お海苔で食べてみる。梅干しのおにぎりみたい。梅。美味しい美味しい。美味しいよね。美味しい。でこれが山芋叩いたのに大さじ1杯ぐらいルバーブ練り梅混ぜて、でしそもちょっと入ってるのね。ちょっと食べてみるね。梅。しそと梅って相性いいね。ね。和食だよね。でこれが練り梅大さじ1とマヨネーズ大さじ2合わせたピンクのソースなんだけど、これもねマヨだけよりもさらに風味がアップしてすごく美味しいよ。こうスティックとかつけて食べるの。美味しすぎる。ね。あとお砂糖ちょっと入ってるでしょ。でも砂糖の味は全くしないでしょ。そうだね。甘みっていう感じとはまた違うね。ルバーブの酸味とマヨネーズのコクがすっごい合う。お酒のあてにしたい。蒸したチキンとかそういうものにも合いそうだし、野菜のドレッシングとしてもうちょっと伸ばしてドレッシングとかにしても美味しいし、本当に練り梅イコールの使い方でいいと思うのね。しゃぶしゃぶなんか食べる時の梅だれに使ったりとか、あとこの時期だとそうめん、タレにこれちょっと入れて溶かせば梅そうめんかっこルバーブだけど清潔な瓶に入れれば冷蔵庫保存で1ヶ月ぐらいは大丈夫。例えばルバーブって時期があるからもっと長く取っておきたい人はたくさん作ってジッパー袋、冷凍保存できるやつに入れてこう平たくして冷凍保存しておけば多分1年間ぐらいは食べれるから、そうだね、おすすめだよね。で梅干しにするのに、自分で自作すると手間がそれなりにかかるのを練り梅にするのは私はちょっとなんか抵抗があったのね、今までね。自分で手間をかけて作った梅をわざわざ練り梅にしちゃうっていうことが。ルバーブは今梅よりは高くないで、全量すぐ使えるでしょ。これ皮むかないし、今日作ったこのルバーブなんてすごく綺麗だから、本当は包丁で落とさなくてもいいぐらいの綺麗さだったのね。そうすると全部可食部、ルバーブって繊維があるから割と細く切ったんだけど、ザクッザクッと切ってもちゃんと煮溶けるのね。2、3センチぐらいの大きさでも10分ぐらい煮れば煮溶けるから、めんどくさい人は細かく切らなくて大きく切ってもいいし、で使うものってあと、私はお砂糖ちょっと1つまみ分ぐらい、今日は小さじ約2分の1弱ぐらいのお砂糖入れたんだけど、入れたくなければ入れなくてもいい。塩とルバーブさえあればいいから。ただレモンとか1つまみのお砂糖を入れることで風味も上がるし、浸透圧で水分の上がりも良くなるから煮溶けやすいんだよね。本当に手間がない。ということで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。